テキラドチョンです。というわけでね、今日はね、ナビ VS エレクトロス JP というところとの対戦になりますね。日本クランとの対戦になります。最近ね、ちょっと日本クランの活動がね、減ってましてっていうところで、日本クランとの対戦は貴重ですね。早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。先行は対戦相手の方からコマくんというところでね、対戦相手も日本人っていうのはなかなか最近だと嬉しいですね。あんま見ることないですね。ルートライダーラッシュヒーラー5体型で、新兵器、まあもう新と呼べるほど新しいかどうかは怪しいですが、ユニットランチャーのセットをしている状況ですね。タウンホール脇の3時のところから削っていって、タウンホールから突っ込んでいく形になるか、上から行くかみたいな感じですが、タウンホールの方にロイヤルチャンピオンがもともと向かってくれました。ヘイスト薬型なので、かなり安全に折ることができました。まあ、6時から行くこともできそうですし、みたいな感じかな。まあ、そっちから行きますね。面も狭くなりやすいし。ちょっとテスラによってね、ルートずらされかけたところもあったので、まあ、これからまっすぐ進んでくれそうかな。おー、すごい勢いでロイちゃん走ってきた。エイジジェム型なんだ。クイーン単体で外投げて、ユニットランチャーが6時から置かれてるので、ユニットを追加してくれるというような形ですね。で、オーバーグローかけていきました。まあ、モノリスの方にスムーズに進んでほしいという形かな。ポイズンは今回持ってきてないので、まあ、オーブンがちょっと活躍中でしたと。中央届いていく。まあ、綺麗にね、真ん中貫通ができていきまして、これが最後のレイジフリーズの呪文になっていきます。なんだろうな、ノーマルモードだったら結構、確信できそうな感じだけど、ハードモードだとまだ全然って感じかな。こっから先ね、このガゴプリきついっすね。ガゴプリに触れるやついないか、さては。サッカーボール飛ばして、ヘビサッカーという組み合わせ。ガゴプリが対応できないかなっていうのと、右側全部解けましたね。結構ユニットいたんだけど、防衛ガゴプリが、十字区画全部丸々消し取った。そしてクイーンの能力からは、新しいギア、ジャイアントみたいな感じなんだよな、英語だと。なんだっけ、日本語。なんちゃらフィギュアみたいなやつ、出てきましたね。ジャイアントなんだよ、英語だと。さあ、90% ちょっと、うわーもう、ほんのちょっとな差っていうところで、だいぶいいアタック飛んできましたが、前回までは届かず、94までいって終了かな、これは。94%。で、対してやったくんがコマくんに攻めると。コマくんはね、グランリーグとかもね、しばらく一緒にやってたこともあったりと。ルートライダーラッシュ。ヒーラーは4体。結構ハードモードヒーラーの数を増やしていく人も多いですね。隠して誘導かけて中央へ。外側に広がっちゃうとね、狙いの真ん中っていうところに入れないっていうところですよね。で、ここでヘイスト薬入れていきます。遅れていくタイミングも完璧。インビジブルはあと一応あるので、ここは使っていきます。もう1枚あるので、投石までは折り切れそうですかね。こっちはちょっと厳しそうか？うん、ちょっと厳しい。クイーン外周、投下兵舎を置いて、キングまでセットロイで、ルートライダーパートを発進という形になります。ヘビつけてますね。で、ここも防衛のガゴプリがきついとこですが、しっかりストライカー当てて、ただ時間かかりますね、やっぱり。処理までかなり時間がかかりました。で、クエイクブーツですね。結構珍しい。サッカーボールと合わせたり、吸血ヒゲと合わせたりすることが多いんですけど、
ウェイクブーツを開けたことによって10日弊社からのバルキリーだったり、クイーンもここで合流ができるっていうところですね。なかなか珍しい。中央貫通タウンホールのところまで届いていきます。オーバーグローが入ってないっていうところがさっきとの違いですかね。ロイヤルチャンピオンも能力がなく、あとクイーンのみですね、能力持ってんのは。ヒーラー人形とミラーというところ。バルーン3体手元かつ、スーパーバーバリアン持ってるっていうところ。ドカーン。痛い。ここはアーチャータワーに差し込みです。壁中干渉できるユニットがバルーンぐらいしかいないんでね、今のは。さあ、ここは能力を先打ちで使ってクイーンを処理。長弾飛ばして、マルチはダメージ初手で入ってるからね。これば、スーパーバーバリアンが止まらないはず、クイーンが落ちてもという形を作れているか。いい全開。ガーサス。さあ、チャオさん。クローン4発。なんかドラゴンとかと合わせるようなやつですけどね、これ。どういう使い方すんの？チャーさんもね。なるほど。初手クローンですが、ちょっと、入ってった。クローン来た。で、レイジ置いて、スーパーイエティのクローンみたいな感じで、強い面白いタウンホールプラス、モノリスプラス。だいぶ削れるね、これ。超削れるじゃん、これ。クロスまで折れた。すげえ。ただ、呪文ないんでね、もう。影外しみたいなのが一切できないから、ターゲットの管理、HP の管理は気をつけていかなきゃいけない。10日弊社も置いてないので、外周部、キングが戻ってきてしまったので、面白いですね。初手のアドバンテージは結構デカめではありますが、ハードモードなんでね。アドバンテージ取れればいいってもんでもないと。クイーン処理はではいけず。ユニット全ぶっ破していきました。サッカーボール開けていく。ロイヤルチャンピオン、ここは能力吐かされていきます。影ブラシも兼ねて。クイーンの方は自分で能力割きましたね、今のは。ヒーラーつけたいっていうような意図があると思うんですけど、ちょっとロイヤルチャンピオンは延命できず。これどうだろうね。クイーンは、それめっちゃ減るな、HP。ウォーデンまでと思ったら。こうなっちゃうとちょっときついですね。初手のイエティクローン面白いね。ミニエティにかけることでね、伸ばしていくっていうのと、タウンホールが防衛施設として最初から発動してるんでね、いきなり落とせると。これは今までのタウンホールにはなかった崩し方ですね。ただちょっと破壊率の方は伸び悩む形。いや、だいぶ面白かったっすけどね。工夫は良かったが、81から2まではいきそう。82% 終了。ガクスーパーネクロ。インビジブルでタウンホールに、なるほど。ジャイアントアロープラスファイヤーボールで、タウンホール、クランジョ、龍炎砲2機っていうところをぶっ壊していきました。熱っ。そして、ウォーデン、スニジー採用ですね。スニジーの採用、やっぱりウォーデン多いな、最近。割と無難にチョイスしやすいっていうところも強いところかな。
さあ、ここで内側に戻ってほしいんですけど、超団体砲壊して金庫の方へジャンプ。クイーンは戻りますが、嫌なテスラ。うわー、そのテスラも嫌だな。壁中テスラ、それはスーパーネクロ戻んなそうだな。さあ、ロイヤルチャンピオンも付け足して、早く戻れよスーパーネクロという形を取りましたが、戻ってはくれず。ヘビーと一緒にロイちゃんが進んでって面白かったね、今。ビッグボーイがターゲットを取ってくれている。そういえばビッグボーイ、バネで飛ぶようになったんだよね。ちょっとバネで飛ぶビッグボーイ見たいな。どっかで飛んでくんないかな。さあ、中央クイーンにインビジブル。これが最後の呪文ですね。能力ももうすでに使っているんでね、ジャイアントアローで。どこまで伸ばせるかですが、マルチ IT を、これも外周まで待ってしまったスーパーネクロが落とせないと判断して、中央の価値を重く見て、最後の呪文は短期のクイーンに打った形だと思います。全開を目指すってなるとね、やっぱ、そこを特殊しとかないと、最終的に打てないマルチ IT がずっと真ん中残る形になっちゃうんで、クイーンが残ると、クイーンが落ちちゃうとね。絶対降りたいマルチ IT というところで優先した形。なかなかバネです。飛ばないな、ビッグボーイ。見落としてそう。てか今バネってだってスーパーバーバリアンぐらいしかターゲットいないから外周部よね、基本。そんな内側で飛ぶことないよな。で、イージージェムもついてることでね、呪文がなくなってもずーっと進みますね。まあもともと5型ってレイジが多いんですけど、そのタイミングで能力使わされることになるんで、パッシブで持ってる方が強いと。スーパーノクロ4体残り。強っ。強すぎる2全開スタート。ワド君、ヒーラー5体型の、結構みんなユニットランチャー使ってるんですね。てか対戦相手これで3本連続って形になるのかな。最初もそうだったよね、多分。戻していってタウンホールの方向へインビジブル使って、ヘイスト使ってという形。壊してしっかり内側入っていきます。あと1枚やりますが、どうしますか。回収が濃厚。下から行きます。反対サイドはアイゴレからのクイーン展開。ノーマルとかだったらね、もうこんなんアイゴレなくて、チャチャってやっても全然 OK だもんね、能力あるし。けど、しっかりアイゴレ咲いてっていうところが。クロスボウだけだからね、ダメージ。ハードモードやっぱこの辺のケアが必要。さあ、ここはストライカー追加して、このね、さっきヤッター君の入りもそうだったけど、ガゴプリが結構処理しやすい位置からのスタートだったので、終盤のガゴプリの処理ってルートライダーラッシュだと結構しんどそうだよな、見てると。さあ、ここでトーム。ちょっとキング内側入ってほしかったんだけど、じわじわ外周へそれていく。そしてそっちターゲット取ってるね、これ。ユニットランチャーが、すごい、エイムの悪い角度で飛んできました。中央モノリスが意外と突破できてないか。それを見てスーパーバーバリアンを追加していきます。ちょっと全然突破できてなかったからね。この追加は偉いですね。今、追加してなかったら解けてたんで。必要だったところ。ロイちゃんは落とされる。水戸は勝手に折れそう。そうだね。アーチャー出したいところ。キングはフェニックスじゃなくて役をつけるのも見ますね。さっきもそうでしたね。クランとしてなんかこのやり方が強いみたいなのがあるのかもしれない。ヘビーサッカー。壊してから打ちかな、それ。ここで打つか。打たない。まだ耐えていく。一応長弾に当てれるタイミングではあったんでね。内側入ってここで打っていきます。結構強い角度で飛ばせたんじゃないで、クイーンの方も能力解放していく。さあ、ここはヤクも穴開けとかを一緒にやってくれることで、いやーどうだろうな。ここフェニックスの方が強かった説はあるな。フェニッ
クス感があったか。まあでも、ヤクは途中で仕事してる可能性があるからな。ああ、ディギ強い。ディギ強い。うわー。ここの水塔もな、必須なんだよな、スーパーババリアン。惜しいっすね。惜しいアタックが多い。さあ、カズマくんドラゴンラッシュで、ドラゴンは使われてなかったかな、ルートライダー起きて。さあ、まずはロイちゃんから入って、バーバリアンでテスラチェックかな。さあ、ここはフォックス対応。インビジブル中です。綺麗に誘導しますね。今のテスラチェックなら6時シューターなのかな。さあ、ヘイストグス買いつつ、フォックスのタイミングも完璧にコントロール。いや、これ強いな。超強い。しっかりここオーラダメージをとどめることで投石の方も突破しに行く。で、援軍も出てるんですけど、オーラでここも見に行くような形。アイゴレにもダメージが入るんですが、しっかり角度ずらして引っ張っていきます。で、オーブン出たんだけど、オーブンに関してもここはオーラダメージをちょっとずつ入れていく。落としきりましたね。ロイちゃんの HP 見えないけど。うわ、ギリギリ。ちょっと危なかったか、今の。あれカズマくんそれはボンミスが過ぎる。それはボンミスが過ぎるね。そして12時からクイーン。うわ、もったいないな、それ。ちょっと痛いっすね、それ。結構刺さってる感じあったからね、シューター。で、クイーンの方は能力発動、ジャイアントとミラーというところでね、クイーンの生存がかなりこれターゲットぶらせるので、取れるところですが、ハードモードだとさすがに、きっついな、今の。バケモンキングが、ジャイアントか、バケモノジャイアントも割とすぐ溶かされちゃいましたね。やっぱ防衛がゴブリ強いわ、ハードモード。空飛んでるだけで対処がね、難しいですね。で、本来この辺はね、シューターで落としてるはずの区画っていうところで、で、中身もね、スーパーガーゴイル、空対応できる防衛施設少ないので、結構伸ばせたんじゃないかな、シューター。いや、これ多分シューター決まってるだけでいけてるぞ、多分。いや、珍しいミスですね。やっちゃったな、これはって感じだ。いや、ちょうどシューター分だけ残ってんだよな、ここ。ね、これいけてるね、多分。いけてるな、さすがに。いや、シューター分だけが本当に残っていく。良そうだよね、押せるよね、それ。うわー。なかなか悔しいミスですね。あんまね、見れないミスですね。あ、しゃあなしと。笹原さんもクローンを使うってことは、ここイエティクローンかけていくのかな。来ましたね。イエティクローンロードレイジまで置いてというところ。しかもこれミニエティだからさ、この、ギガボムとかも、完全に、無視できるっていうの強いな。あー、強い。面白いな、これ。ノーマルモードで強いかな。どうだろう。ノーマルモードはこんなことする必要ないよねって言われそうだけど。強い。やりたくなったわ。ポイズンはないんでっていうところですが、オーブンというところ。じわじわ入り続けて。ここもユニットランチャーっすね。ユニットランチャー多いな。ストライカー混ぜてトーム入れたかったところですが、ここは一旦ステイ。やっぱポイズンないとちょっとオーブンずっとだるいな。長いね。稼働時間。ブラック企業すぎる。
さあ、これは外周部のカットができないので、この辺透過弊社とね、違うところ出たかな、3時角テスラ。透過だとね、これキングが外に出ないっすよね、サイドカット。っていうかこれやばいか？クイーンどこにいんの？クイーンはそこか。能力割いたところ。ロイヤルチャンピオンもここで、ロケットスピア、キングは能力がヘビーサッカー。これはきついかな。サッカーボール蹴っ飛ばして。ジャイアントがタウンホールに向かう意思を見せてくれてはいますが、中央にはガゴプリもいる。星1ですね。ちょっとタウンホールにね、防衛施設がないっていうところで、で、壁もこういう感じで置かれてるので、クイーンも外から撃てないって感じになると、壁を割って入る人がいないといけないんだけど、それがいなかったですね。さあ、星3、ルートライダーラッシュ。まずは、外周部にあるギアタワーから、ジャイアント追加。これは一瞬のなんか、フォックスのね、1秒ぐらいのための、ジャイアントってことだよね、竹取。この今の1秒を守るためのジャイアントだよね、多分。ハードモードだと確かにそういうの大事かもしれない。この1秒ね。この1秒でめっちゃ食らうんだな、ダメージ、やっぱり。うん。で、これから先はもうダメージ与えられないので、待つことをやめて、インビジブルかけ続ける形に入りましたと。ここで回収。おお。なんかすごいランチャーでも転がってきそうなヒーローパートのつながりだな、これ。キングはガントレットですね。ガントレット採用。で、うまいね。しっかり3時ベビードラ咲いてる。なんか、キングすごいめり込んでたな、壁に。ロケバルをベビードラ回収して、クイーンとルートライダーが合流を図っていくような形になっていきます。で、12時は10日弊社。なんだかんだ10日弊社が採用ほとんどされてないかな。強いんだけどね、かなり。3時ベビドラ結構仕事しましたね。相手の援軍処理してヒーローホール削って、ボムタワーは大工に直される。いい形でトーム入って裏を、ここはフリーズかけていきます。これが最後の呪文。超団体チクロスに打ちましたね。さあ、ヒーラー、これは対空砲から守られて回復し続ける。クイーンについてるヒーラーも前についてほしいな、もはや。さあ、ルートライダーの数結構多いですよ。さあ、スーパーバーバリアン角度変えてテスラ刺して、しっかりバネもありましたが、これは通っていく。巨爆も最小限に抑えて、ユニットの量がすごいな。圧倒的展開。うま。さあ、最終アタック、対戦相手、STK。ファイボですね。こちらもクランリーグ一緒にやってた人ということで。インビジブルから入って、ファイヤーボール。シンプル5が強い。ユニットランチャー採用してないのは対戦相手初めてかな、これが。なんかスパネクのようにクイーンももう合流していく形になりましたね。キングを釣るためのアーチャーだったと思うんですけど、ちょっと角度変えないでほしい。ウォールブレーカーはここ入れていきます。反対サイド、イエティサイドカット入る。アーチャーターンまで削りたいって感じかな。
さあ、これはもうクイーンだけじゃなくて、キングも一緒に合流していこうという形ですね。ゴーレムで竹取って、アイゴレ。ちょっとイエティのカット、金山足りてないところ、アイゴレのおかげでオールブレーカー通る。ジャイアントからのランチャー来た。なるほど。フリーズかけつつ、ウォーデンは落ちている、もうすでに。面白いですね。対地クロスかつ迫撃砲っていうところをカットしていくところ。穴開けできればって感じだったと思うんですけど、ターゲットがこれは入らないので、守りきれず。ここしつこいね、シングル IT。ヒーローの誘導が難しい。さあ、ここでクエイク入れることで、タウンホールは見に行くことができそう。で、反対サイド短期のガゴプリ。ロケバル編成の時の短期ガゴプリが結構ね、ハードモード。前クラウスもやってたけど、これ強いね。短期ガゴプリ能力初手ぶっぱ。いや、ヒーロー勝てー。さあ、突破します。シングル IT もこれ突破できたら熱い。もうロケバル落ちないかな、これは。さあ、ソラスケルトンの方もガゴプリで処理して全開いけそうですね。うまー。だいぶヒーローパートきついんだな、これ。結構、ノーマルだったらもう余裕でサクサク進めそうな感じだけど、これ。超きつかったね、シングル IT。さあ、ラストアタック、クラウス。ルートライダーラッシュ。まずは、中央、タウンホールの方から入っていきます。陰部外隠しするんか？そういうわけでもなく。なるほど、これで戻していく。両サイド隠さなきゃいけなくなっちゃうし、ね。イーストタウンホール通り、インビジブルかけて対地クロスまでかな？対地クロス行って、この先どうするかですね。回収。うん。キングを処理していく。で、オーブンに対してポイズン。オーブン見づれえ、これ。ちょっと、キングの処理が全然できなかったので、ヒーラーも追加したり、いろいろ追加したりしてますが、これ、ファイヤースピリットが、援軍処理が全然できない。もうたまらずこれは、バルキリー追加して、反対サイドスーパーバーバリアンカットして、右で進んでほしいってことですよね、これ。3時側からの。結構溶かされてる。援軍処理すごい大変でしたね、これ。クイーンプラスの東海弊社サイド。キングもサイド。サイドはヘビー。うん、みんなヘビだ。ヘビだらけだ。ホッサンぐらいだね、ヘビ使ってなかったの。龍炎砲が飛んでこないような形をとっていきます。襲いかかるヘビ。いいトーム。巨爆もクリア。レイジター乗ったマルチ IT もできつつ。さあ、インビジブルかけますが、ロイヤルチャンピオンは延命できず。中央龍炎砲がちょっとだるいか？こいつがね、ずっと攻撃入るはずだったんでね、そこを防げたのでかいですね。で、スケルトンの方をくじがかけることでマルチ IT とアーチャータワーと超弾大砲のタゲをぶらしつつサッカーボール飛ばしていきました。ヘビ頑張ってる。スーパーバーバリアンテスラーテ。中央ボムって、あとはクイーンがまだ能力残している状況。能力発動。いやー、ちょっと終盤テスラモリもあったりいろいろ重いかな。裏が重いね。フリーズウォールブレーカーバーバリアンで裏の一番稼げそうなところを増やしていく。惜しい。
はい、というわけでね、終了しまして、13対10。カズマくんのやつもね、シューターたげられなければ全体いってたんじゃないかなと思うんで、惜しかったっすね、あれね。ナビ強いな、マジで。ハードモードでの攻撃力すごいわ、マジで。まあ、冒頭でも言ったんですけどね、やっぱ日本クランが減ってて、EA がね、ヤッターくんがナビに入ったことによって解散したり、まあ、GS の方も解散してね、メンバーチリチリで海外の方でやってる人たちがいたりで、純正のね、日本人だけでやってるクランが、今もうこの2つぐらいしかいないんじゃないかなって感じで、もっともっとね、盛り上がってほしいですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。